こんばんは、はるけです。今回は値段別最高の STCF 戦車値を紹介していきたいなと思います。チープ、ミディアム、エリートと3つの価格帯に分けてそれぞれ紹介をしていければなというふうに思ってます。値段的に安ければコスパの戦車として紹介はできますし、もし値段が高かったとしても、その値段の価値っていうのは十分にある選手たちなので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは早速紹介をしていきます。まずはチープですね。10万までの選手たちはこちらになってます。ワールドカップフェノムラウタロ・マルティネス、そしてフットセンチュリオンズバーディ、そして金のロナウド、金のハーランド、そしてワールドカップストーリーズジルーという風な形になってます。ラウタロに関してはセリエの、選手 ST ストライカーの中では非常に強くて、決定力だったり、あとは使いやすさですね。ドリブルだったりも非常にしやすいような選手にはなるので、結構ペースもありつつ、本当オールラウンダーな感じの選手になってます。空中戦とかもそんなに強くはないですけど、たまにできるっていうぐらいの選手なんで、それなりにいろんなことができるような選手としては結構いいんじゃないかなというふうには思います。そしてバーディーですね。バーディーに関してはやっぱりスピードだったり、あとは決定力っていう風なところ、その2つが大きく特徴として出てるような選手かなと思います。で、AI に関してもそんなに悪くはなくて、相手のセンターバック2枚の間が空いていったら、そこに勝手に走っていって、そこで裏抜けして、キーパーと1対1とかっていうこともできる。そういう風な走り出しっていうのも比較的できるような選手なので、結構そこは良かったかなと思います。あとはボール持った時ですね。そこまで重くはないんですけど、特段やっぱ軽くもなくて、なんでそういう風なオンザボールっていうのには少し微妙さっていうのは感じるかもしれないですね。で、そしてロナウドですね。金でもやっぱりもともとスキルが5っていう風なことで、スキル使いたいっていう人はロナウドおすすめしたいなという風には思ってます。ドリブルに関してやっぱり L スティックのドリブルとかはどうしても重たさっていうのは感じて、しまいますけど、スキル5の技が使える使えないっていうのはあるので、そういう風な意味でも重くてもスキルで突進するとかっていうことが比較的できるので、スキル使いたいっていう方はロナウドでも全然いいのかなと思います。あとは本当に金カードとは思えない、決定力っていうのがこの人にはあるので、やっぱそこも魅力なのかなというふうには思います。で、ハーランドですね。ハーランドもロナウドと変わらないぐらい本当に決定力っていうのは金カード初期からいたカードとは思えない、ぐらいの、力を持ってます。ですけどまたロナウドとは違ってスキルだったりとかは使えないスキル3なので、あとは逆足ですね。逆足とかも3だったりするので、結構そこはね、注意は必要かなっていうふうに思います。かなり裏抜けだったりとかも迫力がある選手なので、バーディーがもっとでかくなったみたいな、感じ、タイプ的にはそういうような感じなのかなっていうふうに、思うんですけど、やっぱ使い方っていうのがどうしても限られては、しまいますし、難しさっていうのは多分ある方の選手だと思います。みんながみんな使えるっていう風な選手では、ないんですけど、合う人はめっちゃ合うかなっていう風に、思いますね。でかくて速い選手が好きっていう人はハーランドちょっと使ってみてもいいんじゃないかなっていう風に思います。で、そしてジルーですね。ジルーも、軽いような選手ではないんですけど、やっぱりスピードが速くなったジルーっていう風なことで裏抜けもできるようになりました。これまではやっぱりポストプレーだったりとか、そういうフィジカル面だったりヘディングとか空中戦とかっていうだけだった選手が地上戦でも戦えるようになったのがこのワールドカップストーリーのジルーなのかなと思います。値段以上に、非常に強くて、コスパがいいっていう風なことで、自分の動画でも何回か出てるような選手なんで、特にこの人はおすすめ、かなっていう風には思います。あとはスキル逆足どちらも4っていう風な感じになったので、そういうところも非常にいいのかなと思います。で、そしてミディアムですね。10万から50万の選手たちはこちらになってます。ウィンターワイルドカードアダマ・トラオレ、そしてウィンターワイルドカードラカゼット、そしてパストゥグローリーグリーズマン、
そしてベースのアイコンカントナでフットセンチュリオンズかフットセンチュリオンズベン・エデルで、そしてワールドカップストーリーズアセンシオです。アダマに関しては純粋なストライカーというよりかは、サイドで使うのが一番おすすめは、してるので、ST というよりかはサイドの方が一番生きるかなっていうふうに思います。やっぱりスピードがこの人特別に速いですね。ペースは97で、もちろん速いんですけど、加速とかっていうのも非常にある選手。加速もダッシュ速度もあって、本当になんていうんですかね、ダッシュボタンを押してるだけで相手を置き去りにすることができるっていう、もう本当にゲーム的には簡単に、相手を置いていけるような選手になってます。で、スキルも4、ありますし、比較的スキルも使うことができるっていう風な選手で、L スティックのドリブルっていうのも、全然、自分個人は重くは、なくて、本当にドリブルもまだしやすいような選手には、なってるかなと思います。特徴は本当にそこですね。そこの特徴がすごすぎるんですけど、逆にシュートだったりとか、パスだったりとかっていうのはそこまでです。シュートはね決めきってくれる時はあるんですけど、それでもそこまで安心感を持って打てるような、ほどの決定力っていうのはないです。なんでだからこそサイドですね。おすすめはサイドなんですけど、そういう風ななんていうんですかね、特徴と長所と短所が本当にはっきりしてるような、選手なんで、長所がかなり活かせるようなサイドなのが非常におすすめかなっていう風に思ってます。かなりねこの人は値段15万ぐらいなんですけど、めっちゃコスパいいと思います。マジで15万で買えるようなレベルのスピードの選手じゃないですね。マジでちょっと使ってみたら分かる速さだと思います。でそしてラカゼットですね。この人もリーグワンの ST でフランスでっていう風なことで、かなりこの人スキル5になったこともあるので、やっぱバペに行くまでのスキル5の ST のフランス人の選手っていうようなところで結構重宝されるような選手なんじゃないかなっていうふうに思います。20万ぐらいなんですけど、かなりこの人も安いかなっていうふうに思いますし、特におすすめはしたいような選手です。ペースもこのウィンターワイルドカードで上がったので、裏抜けもできる。で、そして地上戦では先ほど言ったスキル5もある。で、シュートもうまい。で、パスも出せるっていうような選手になるので、結構ね、前線としては使ってて嫌な感じはしないんじゃないかなっていうふうに思います。ラカゼットも非常におすすめの選手です。でそしてグリーズマンですね。PTG でフランスが決勝に行ったことによってこの人は5-5になりました。やっぱりねスキル逆足5-5っていうだけでちょっとね他の選手とは差別化ができるというか持ってる人っていうのは少ないので、スキル逆足どちらも5ってなんで、そういう風なところではおすすめできるような、選手にはなってます。グリーズマンに関してはもともとねドリブルだったりとかも軽いような選手にはなるので、結構ね扱える人はすぐ手に馴染むんじゃないかなっていうふうに思います。アダマだったりとか、あとラカゼットと比べても、若干スピード面はめっちゃ速いっていう風な感じはしなかったので、そういう風な裏抜けっていう風なタイプではないので、やっぱビルドアップで周りと関わりながら自分を飛び出していくっていう風な選手なので、ST ストライカーというよりかやっぱキャム的な、タイプなのかなっていう風に思ったりは、するので、そういう風な使い方が一番、合ってるのかなっていう風に思います。5-5ですけど特になんていうんですかね、無理は、そこまでできないような選手にはなってるのかなっていうふうに、思いましたね。でそしてカントナですね。カントナベースが非常におすすめで、手にできることが、多いんじゃないかなっていうふうに思います。50万ぐらいで買えるのでまた手にできるかなっていうふうに思います。この人は今作も理不尽というか、やっぱでかくてでスピードもあってでスキルが5なので、そういう風なところで本当にザ突進みたいな、ことができて、正面から取ってるんだけれどもなぜか取れなくてカントナと入れ替わられるみたいなことがもう本当に今作もあるなという風には感じるので、そういう風な選手ってやっぱり強いんですよね。やっぱり相手が読んでても取られないっていうのは本当にそれ強さなので、そういう風なところでやっぱりカントナっていうのは今作もおすすめはできるかなという風に思います。ドリブルが軽い選手が好きっていう人はちょっと合わないかもしれないので、そこはちょっとね
まあ、自分が好きな選手と比べる必要はあるんですけど、ドリブルは軽くはないです。軽くはないので、まあ、それこそロナウドとかが使える人だったらかなりカントナも似たようなタイプなので使えるんですけど、まあそれと先ほど言ったまあラカゼットとかグリーズマンとかとはまたちょっと違ったタイプにはなるので、まあ良さが、また違う良さがあるっていう風な選手ですね。そしてベン・エデルですね。まあ、ベン・エデルスキルは4なんですけど逆足が5ですね。本当にこの人のフィニッシュ力、決定力っていうのは素晴らしいものが、あります。身長は小さいんですけど非常にこう振りの速いシュートを打てますし、まあ、パンチ力、スピードのあるようなシュートも打てて決定力も、高いで今週だったりアウトカーブっていうのも、まあ、巧みに、扱うことできるという風な選手なんで本当にこうシュートに関してはマジで、まあ、異次元レベルの選手にはなってます。なんでまあ本当にこうシュートまでどうやってベンエデル持っていくかっていう風な話にはなるんですけど、もちろんワンタッチゴールとかっていうのもまあすごく、まあ、ベンデル生かす上で非常にいいんですけど、やっぱドリブルの細かさっていうのもあるので、受けて相手をずらしてかわしきるっていうまでは、まあいかないかもしれないんですけど、シュートコースを作るっていう、相手をずらしてシュートを打つっていうことも非常にできるような選手にはなるので、まあそれこそこうスキルでね、相手をぶっちぎるとか、かわしきるとかっていうことはまたできないような選手にはなるんですけど、Lスティックの細かさで左右にずらして、シュートを打つっていう風な、選手なので、そういう風な使い方っていうのがまあ非常にいいのかなという風には思います。まあ、身長が小さいっていう風なこともあるので、めちゃくちゃこうゴリエルっていう風な選手ではないんですけど、本当にこの人のシュート力っていうのはこうなんていうんですか、もう惚れ惚れする、ような決定力持ってるので、この人は非常におすすめですね。でそしてアセンシオです。アセンシオ、まあ、アセンシオもねそれこそ ST とかっていうよりかは、まあ、グリーズマンと同じような形で、まあ、キャムというか2列目っていう風なところで使うのが一番いいかなっていう風に思います。まあ、44にもなりましたし、能力ももちろんワールドカップストーリーで高いっていう風なこともあって、非常にこう使いやすいような、キャラクターになったかなというふうに思います。やっぱ2列目から飛び出す上でのスピードっていうのもつきましたし、その後の決定力っていうのも、まあ、決定力とかはそこまでないんですけど、冷静さが高かったりとか、まだ高かったりとかするので、まあそういうふうなところでも、まあこう、かっこよさだったりとか、ちょっと自分はアセンションに感じるので、そういうようなかっこよさもありつつも、まあ、まだこう強さっていうのは手に入れたのかなというふうには思います。でそして最後ですね、エリート50万以上の選手たちはこちらになっています。ワールドカップフェノムラファエル・レオン、ワールドカップへの道、ムバッペ、そしてプライムアイコンロナウド R9 ですね。そして TOTT メッシ、そしてフットセンチュリオンズイブラヒモビッチ、そしてプライムアイコンクライフという風な形になってます。まあ他にもいるんですけどね、 CF でとかエンクンクフリットとかいるんですけど、まあストライカーかっていう風な感じで考えた時にはちょっと難しかったとこもあったんで、マジで入れたかった選手はその2名ですね。でまあその中で、まあ、あとエグゼとかもねめっちゃいるんですよ。 ST は STCF めっちゃいるんですけど、ちょっとまあその中やったらこの6名ぐらいかなっていう風な形ですね。やっぱりレオンに関してはあんまり見ないと思うんですよね、相手に。でもやっぱね使った時は本当に強かった。マジでスキルが5でドリブルもねそんなに重くないんですよね。身長が高い割にはそんなに重くはなくて、でスキルも使える、で決定力にまあ自分びっくりしましたね。まあ、ベーデルほどではないんですけど、やっぱスキルを出した後というかスキルでカバーした後のシュートとかっていうのが、まあ、結構決めてくれたなっていう風な印象があって、あとは裏抜けのスピードとかで、かつ相手が体ねフィジカル当てられてもまあ負けない、そういう風なフィジカル能力も持ってるっていう風になるので、結構ねこの人は強い、おすすめできるような選手にはなるんじゃないかなっていう風に思います。まあ、80から90万ぐらいの選手ではあるんですけど、本当にこう何百万するような選手よりかは、まあ、まだ手に入りやすいかなっていう風に思ったりはしたので、まあ、ラファエル・レオンはおすすめできるかなというふうには思いましたね。でそして、まあ、ムバッペですね。まあ、ムバッペはもう強いぞと
まあ、LW のね、動画見てくれた方はわかるんですけど、LW でもまあ入れてた選手ですし、まあ、そっから能力ね、マイナス1ではあるんですけど、その関係あらへんぐらい、もうどれでもええやんっていう風な感じにはなります。変わらんやんみたいな感じの選手で、まあ、それぐらいこのワールドカップへの道のこの紫のムバッペも、まあ、かなり、強くはなってるかなと。まあ、金でもね、えぐいので、そっから考えると、まあ、この人をおすすめにせざるを得ないかなっていうふうに思いましたね。で、ロナウドですね、R9。まあ、今作も言わずもがなの、力を持ってます。まあ、世界大会でも、まあ、全てのチームと言っていいですね。全てのチームの ST を務めてたのがこの R9 です。で、まあ、毎作やっぱり FIFA の中では本当こう一番強いようなストライカー ST の選手なので、まあ、おすすめには上がってくるかなっていうふうには思います。この人も本当に理不尽ですね。ですし、この人にボールコロ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 転がってきますし、まあ、ワールドカップアイコンのロナウドが相手にいることまだあるかなっていうふうに思うんですけど、それでもね、値段600万ぐらいするんで、あいつで、これは多分750万ぐらいするんで、買える人っていうのは、まあ、今作終盤になっても難しい、ぐらいの選手ではあるんですけど、まあ、この人はちょっとぜひ入れないといけないなというふうに思いましたね。で、メッシですね。まあ、メッシ。まあ、これのね、TOTT のメッシはとりあえずね、やっぱかっこいいですね。ダイナミックイメージがかっこよすぎて、ワールドカップを取ったメッシっていう風なところで、まあ、またこう別の、まあ、思い入れっていうのもあるような、カードにはなってます。まあ、かつ、やっぱりこう、非常にやっぱりシュートに関しての安心感だったりとか、でドリブルの軽さだったりとかっていうのは非常にあるので、スピードに関してもめっちゃ遅いっていう風な選手ではなくなりましたね。この TOTT で普通に速いので、速さもありつつもドリブルの細かさっていうのもあるので、やっぱ相手からするとスキル4ではあるんですけど、やっぱ細かいタッチでずらされるとか剥がされるっていうことは全然できるような選手にはなってるので、相手からすると非常に厄介にはなるかなというふうには思います。まあ、あとはやっぱり本当に、シュートと、まあ、パスのうまさっていうのもあるので、まあ、こういうのもね ST って言われるとまた難しいので、やっぱ2列目だったりとかかなっていうふうに思うんですけど、まあ、非常にこの人もおすすめできるような選手かなというふうに思ったので、ここに入れました。で、そしてズラタンですね、イブラヒモビッチ。まあ、能力が下がった、まあ、下がったり上がったりなんですけど、能力が少し変動した選手ではあるんですけど、めっちゃ強いですね。相手にいたことがあったんですけど、びっくりしましたね。ヘディング全部負けます。ヘディング全部負けるし、シュートに関しても全部入りますし、まあ、本当にこの人能力が本当に変わったとか、まあ、弱くなったのかどうかわからないんですけどね、またその能力が変わったことによって、まあですけど、まあスタミナがなくなったりとか、まあそういうのはまああったりは、するんですけど、やっぱ体強すぎるし、空中戦もえぐいし、シュートもめっちゃ決めるし、でスピードもあるっていう風な選手にはなるので、でさらにそういう選手がスキル5を備えてるっていう風なことになると、マジでこの人を止められないなっていう風にちょっと実感した、選手ではあるので、まあ能力がね、もし下がって弱くなったっていう風に感じたとしても、それでも280万ぐらいするんで、まあこの人はちょっとセリエの中ではちょっと格段に強いような選手にはなるかなというふうには思います。まあ、重たさっていうのはどうしてもやっぱドリブルのところであるとは思うので、まあそこが合わないっていう人はね、もしかするといるかもしれない。まあそういう人はラファエレオンおすすめかなっていうふうに思ったりはするので、まあでも値段の価値はめっちゃあるなっていうふうに感じましたね、イブラ。でそして最後ですね、プライムアイコンクライフですね。まあ55あるこの人も、まあ、非常にこう貴重な、選手ですし、まあ、フィジカルに関してはね、なんか弱いっていう人いるんですけど、まあ、自分はあまりそういう風に感じたことは、なくて、毎作強いなっていう風に思いつつ、自分的にはね、やっぱ気になるところでいくと、クライフはシュート力ですね。シュート力がちょっと弱かったりはするので、なんかこう決めきってくれないなっていうのはあるんですけど、それでも、まあこのレベルの選手の中でいくと決めきってくれないなっていう話だけで、普通に安定感はあります。さすがクライフ。それはクライフやから決めれたなとかっていうのはやっぱりあるので、
でそういうような選手が逆足でも振れるので、スキルもできるっていうような選手になるので、非常にこの人もおすすめできるような ST また CF の選手にはなるのかなというふうには思います。あとはやっぱりヨハン・クライフっていう風なブランドですよね。そういう風なところでかっこよさっていうのも、個人的にこの人も感じるので、そういうのも踏まえても非常におすすめできるような選手にはなるかなというふうに思います。っていう感じで、これが値段別の最高の ST、CF 選手になります。これで一応全ポジションやったかなというふうには思いますし、このシリーズ、できれば続けていきたいなというふうに思うので、ぜひ今後も見ていただければ嬉しいなというふうに思います。またはこういう風な感じでまた別のバージョン、別のシリーズも考えているので、そちらの動画も、ぜひ楽しみにしていただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。